ね。じゃあちょっと始めます。勉強です。今日は N2 の、ライブレッスンをします。で、N2 の、文字語彙のことからね、まずしましょう。初めてテストする人は、特に、まず今、初めにちょっと大事なこと言います。大事なこと、って覚えておいた方がいいですよ。N2 の文字語彙テストというのは、問題のテストの種類、パターンがいろいろあります。一つじゃないですね。で、それが問題の種類は何個いくつあるか知ってますか？これはとても大切です。はい。これ N1 も違うんですよ。文字語彙のテストは N1 もありますが、どういう問題が出ますか？それは N1 と N2 は同じじゃないです。はい。で、N2 はですね、いくつある？それは、6あるんですね。6。多いですよね。いろいろあるなと私も思いました。で、それは6は何かというと、これです。よいしょ。こうしましょうか。問題の種類1から6まであって、例えば漢字の読み方。はい。漢字の書き方。はい、そうです。勉強してますね、自分でね。そして3番が語形成。漢字難しいですね。はい。語形成というのと、4番が、何これ、ね、文脈規定と言います。文脈規定ね。確か書いたかな。失礼しました。まだだ。ちょっとこの説明は後だ。はい。文脈規定で。で、5番目が言い換え類義というの。これは、言葉あります。例えば、そうですね。何がいいかな。何がいいかな。いい例がないかな。例えばですよ。この言葉は他の言葉で何と言いますかっていう問題です。うん。そうそう。例えば、鮮やか。鮮やかって何ですか？言葉の意味、近いもの何ですか？鮮やかの意味は何ですか？ 1、色が明るい。2、色が暗い。3、美味しい。4、まずい。例えば。そしたら答えは1です。鮮やか、色が明るい。例えばですね。一番言葉の意味が近いの何ですかというのが5番ですね。で、6番は、これは特に私の YouTube チャンネルで練習しています。これ、6番、用法と言います。用法は言葉。この言葉、どうやって使えばいいですか？ 1、2、3、4。例えば、皆さんきっと見たと思います。私のビデオ。ざっと、ざっと、ひらがなのざっとはどうやって使いますか？ざっと、1、ざっと、2、ざっと、3、ざっと、言葉の使い方ですね。そう。選びます。はい。これが出ます。この6番までが N2 では出ます。はい。そして、じゃあ、この3番。はい。先に4番いきます。4番は、もうちょっと説明すると、よいしょ。読み方書きました。4番読み方は文脈規定と言います。で、例えば例はこれ。疲れてななななする。ここに入る言葉何ですか？一番いい言葉を選んでください。それが文脈規定です。そう。疲れて何々する。疲れて何々する。何する。はい。ちょっと字が切れてましたね。ちょっと待って。よいしょ、こっちにしよう。今チャットでもし誰かいるかな。今見てますね。皆さんチャットでね、自分はどこにいると書いている。アグラという町です。そうなんだ。スリランカ。チャトリというんだ。いいじゃないですか。はい。ちょっと説明じゃあいきますね。疲れて何々するは、ここに入るのは、疲れて
ぐったりするが答えなんですね。これしか入りません。はい。疲れるときは、もう動くことができない。ぐったりです。と言います。なんでぐったりと思わないでください。これ覚えるしかないんですね。そう。で、例えばぎっしり、じっくり、めっきりは使い方が違います。使い方違います。違う時にこれ使います。全部日本語です。あります。そう。でも答えは、ここに合う一番いい答えはこれです。はい。これが文脈規定です。はい。例えばちょっと一応言っておきましょう。ぎっしりっていうのは、本棚、わかりますね。本を入れます。棚です。あそこに本がたくさん入ってます。もう新しい本、もう一つ、もう一冊入れます。入れることできないです。もういっぱいです。ぎっしりです。本がぎっしり入っている。と言います。はい。とか、じっくりは何かをゆっくりしっかりと、ゆっくりじゃなくてもいいですね。はい。という意味、じっくり。例えば、そうですね。スープを作っています。スープ。カレースープにしましょうか。カレースープ作ってます。簡単に作ることもできます。例えば、もう20分でできます。野菜入れて、スープ、水入れて、ルーを入れて、もうカレーでできます。でも、このカレーを明日食べた方が美味しいです。例ですよ。例えばね。このカレーはすぐ食べないで、今日一日、そして明日一日、もうちょっとじっくり煮ます。煮る。火で鍋に入れておく。まだ食べない。じっくり煮ると美味しくなります。これがじっくりです。はい。めっきりはこれは難しいです。この中で一番難しいと思います。めっきりというのは恋人、ガールフレンド、ボーイフレンドでもいいです。めっきり連絡がなくなった恋人からめっきり連絡が来ない。全然来ないの意味です。全然ないの意味です。めっきり。ただ、これ結構難しいから、もし今知らなかった人は、ぎっしりじっくりぐったり覚えておきましょう。はい。で、ですね、それが文脈規定。で、実は今日勉強するのは、こっちの3番の語形成です。はい。語形成は何ですかと言ったら、例の問題見せます。よいしょ。これが語形成ですね。はい。読み方、語形成です。これ意味は言葉の形を作るという意味です。はい。何かの言葉と何かの言葉を一緒にして新しい言葉を作ります。これが語形成です。言葉を作る。だから。これです。はい。語形成。で、例えば例これ。日本の挨拶。ここに入る言葉はどれですか？一つだけです。はい。挨拶はgreeting ですね。こんにちは。こんにちは。日本人はこんにちはというとき、挨拶するときこうしますね。これです。はい。ヨーロッパとかアメリカの人はね、こんにちはねとかこんにちはしますね。さあここにキスをしたりねしますけど、日本はそれしないです。はい。日本挨拶はこんにちは。はい。おはようございます。さようならです。はい。さようならは、でもそうですね。丁寧だとしますね。はい。これは答えははい。日本式です。日本式の挨拶です。これだけが丸です。はい。意味は日本式、日本という言葉と式、これを一緒に使います。これで新しい言葉です。日本式。はい。これで、この式の意味は日本のスタイルとか日本のパターンとかスタイルが一番いいかもしれないですね。スタイルです。はい。こっちは漢字は
N2 ですから、もうこれね、勉強した方がいいですよ。これ、上。違います。形ですね。これはね、形と読みます。違います。これは、類。違います。はい。違うんです。使うのはこれだけです。はい。で、何それね。初めて知ったとか、初めて聞いたね。大丈夫、大丈夫。そう。これ、まあ、今何度も言っていますが、言葉と言葉を足します。プラスします。新しい言葉作ります。これが語形成。そして今日私は皆さんとライブ授業でこれの勉強をします。で、実はこれは皆さんは絶対に勉強した方がいいです。どうして？はい。それは、これはもう何がテストに出ますよというのが大体決まっているからです。はい。これとか、これとか、例えばですね、5番も6番も何が出るか分かりません。はい。これ言葉の説明ですね。この言葉の意味、一番近いのどれですか？この言葉の近いの1234どれですか？です。さっきの鮮やかの問題です。これももういっぱいあります。皆さん語彙の本持ってると思います。N2 の語彙。もうどれが出ても答えなければいけません。はい。勉強大変ですね。これの準備大変ですね。これも大変です。これも5番と同じ。たくさんあります。N2 の語彙の本ありますね。語彙いっぱい書いてありますね。それどれがテストに出ても皆さんは、ああ、これ出たー、ね、勉強しなかった、知らない、ね、あります。そういうこと。6番と5番は特にそういうことがあります。そして漢字もちょっとそれありますね。漢字もいっぱいありますね。N2 の漢字、読み方何出ますか？いっぱいあります。どれ出ますか？わからない。漢字の書き方もどれがテストに出ますか？わからないです。はい。そしていっぱいあります。たくさんあります。皆さんはたくさん勉強しなければこの1ポイント取れません。スコア取れないんです。大変。そうなんです。でも語形成は大丈夫です。語形成は例えばですが、例えば100ね、100個の語形成覚えていれば絶対にどれかテストに出ます。例えばです。でも例えばですよ、漢字と漢字の読み方は皆さんが100覚えました。でもその100の中からテストに出ますか？出ませんか？わかりません。皆さんは漢字の読み方はもしかしたら100じゃなくて1000覚えなければいけない。または2000、3000覚えてやっと一つ出ます。テストに。これ出たー、勉強したー。でもこっちは例えばですよ、100勉強すれば100個覚えればその中から絶対にどれか出ます。もしかしたら100の中で1つだけじゃなくて100の中で2つとか3つ出ます。いいですよ。いいでしょう。語形成はそうやってポイント取れるんです。スコア取れるんです。だから絶対に捨ててはいけないです。この問題は。はい。JLPT は100点取らなくていいですよね。100点取らなくても合格しますね。漢字0点でもいいですよ。書き方0点でもいいですよ。そう。ここで例えばポイントたくさん取って、ここは0、0。ここも0でした。0、いやちょっとできた。でもいいんです。100点取らなくても大丈夫です。どこか捨ててもいいんです。
できれば捨てない方がいいけど、もう勉強することたくさんありますから、ここに時間使うというのは大事です。はい。で、それで皆さんに、おすすめいいですよというのは、特に3番の5形成です。これは捨てないでください。これはちょっと、ちょっとじゃないですが、少し頑張った中のそこでテスト出ます。漢字とか言い換え類義とか用法はたくさん勉強した。でもテスト出ません。はい。ということがあります。そうです。そういう問題です、これ。で、実はこの4番も、さっきのぎっしりとかですね。音と。4番も、これも、たくさん勉強してください。じゃないです。これも。はい。決まっています。パターンがあります。これを覚えておけば、出ることが多いですよというのがあるんですね。そう。だから3番と4番は、ぜひ皆さん、勉強した方がいいです。合格に近くなります。そう。ですので、今日はまず3番からいきます。そう。じゃあちょっといきますね。5形成。5形成ですよと言いました、さっき。大事。5形成というのは、実は問題のパターン、種類が1、2、3あるんです。ってね。はい。これ説明する先生少ないです。私聞いたことないです。とりあえず。はい。ですが、私いろいろ調べて、だいたい3つというふうに分けました。で、例えば、その一つは何かの言葉と漢字です。はい。でも漢字は漢字一つだけです。何かの漢字一つ。言葉と漢字一つで、これで一つの言葉になります。なんか、勉強知ってる言葉あるね。ちょっと考えてみてください。後で紹介します。で、2番は漢字一つに何か言葉です。漢字一つに何か言葉が一つ、プラスされます。だから1番と2番はここは反対ですね。こっちは漢字前、こっちは漢字後です。で、3番目は、これは漢字じゃなくて何かの言葉 A、言葉何かですと、何かの言葉 B を一緒にして言葉 C を作ります。これもあります。はい。ね、言葉できますよね。新しい言葉が作られます。そう。だから、この3つがあるんです。で、まだいきますよ。この1番というのは、何かの言葉と漢字一つです。これは、実は、9種類あります。9パターンあります。N2 に出るのは9パターンです。だいたい。そんなにあるの多いと思ったかもしれませんが、これはですね、多くないですよ。さっきの他の漢字の勉強しますとか、言葉の使い方、用法を勉強しますとかより、こっち9だけですよ。少ないですよ。この中から何かが出るかもしれないんですから、これを覚えればいいでしょう。そうですよ。もういくつあるか分かりませんじゃないですか。これですよってね。そう。で、じゃあ行ってみましょう。5形成は3つに分かれています。ですから、ビデオを3つ作りました。あなたが3つではなくて、どれか1つだけ見ても勉強できます。おすすめは1番と3番のビデオです。このビデオを YouTube で見ることはできません。見たい人はこのビデオレッスンのリンクから申し込んでください。ビデオレッスンはあなたの時間があるとき、いつでも何回でも見ることができます。
テスト勉強にぜひ使ってくださいね。